西暦200年、曹操と袁紹が互いの命運をかけて激突する関東の大戦が勃発した。その初戦、顔料将軍率いる袁紹軍が優勢に戦を進めるも、突如現れた奇襲の猛攻に形勢は一気に逆転する。何やってんだ兄貴、いつまでもほうけてんじゃねえ。これよりこの長領が指揮を取る。敵のことごとくを甲賀に追い込み撃ち落とせ。弓兵前へ出ろ。万の矢を放ち、この川面を屍で埋め尽くせ。この超貴様ともあろうもんだよ。逃げにたけちまったじゃねえか。この関東の大戦の最中、白馬神は袁紹軍の死体で埋まった。あれは曹操。バカだ。曹操は袁心におるはずでは。うろたえるな。曹操とはこういうやつだ。袁紹、えらい大軍を率いてきたもんだな。この首一つに相変わらずご大層な男だ。よし、ここは逃げるとしよう。袁紹君はやはり数で勝負に出るようだ。袁紹、こっちは3000、捕まれば終わりだからな。逃げさせてもらうぞ。そうそう。曹操よ、お前は内心は青筋を立て歯ぎしりをしておるのであろう。お前は我が大軍勢に恐れをなし、この重要拠点を明け渡し逃げ出したのだ。曹操よ、この袁紹にとってお前の首など天下へのほんの手土産に過ぎんのだ。文集はっ。曹操の兵は3000、お前は兵5000を率いて追撃し曹操を撃て。はっ。袁紹どおいらにも行かせてくんな。曹操と戦ってガリオ殿を弔いてもう一度おいらに兵を貸してくんな。お願いだ袁紹殿。顔料を弔うということはまず関羽を切るということだ。お前に関羽が切れるか。俺が切る。関羽は俺の手で切る。義兄を踏みにじる者を殺しに行く。馬を2頭貸してくれ。張飛、よかろう。文集とともに曹操を追え。奇獣関羽、次の戦場でも劉備が現れるようであれば劉備を殺せ。あなたはできぬ命令をあえて下す人であったか。できるか否かは俺が決めることだ。私があなたの命に従うのは人質を取られているからだ。劉備を殺せとは人質を超えた命でござろう。お前の器量を超えてはおるまい。お前の器量は劉備より上。俺は関羽のために2つの装束を用意した。2つ？
一つは敵を一瞬にして強行に陥れる奇獣の装束。もう一つが万民に恐れ敬われる為政者としての装束だ。為政者だと？この関羽が武将としての才を絞り尽くし、乱世を一刻でも早く沈めてしまえ。その後は祭りごとだ。祭りごと？この関羽に人を据える才を見出したとでも言うのか。ありえぬことだ。祭りごとなどと。3000の曹操軍を追撃する5000の文州軍。その文州軍には劉備と張飛が同行していた。こいつ菅さんを見つけるや否や問答無用で首を取るつもりでいやがる。なあ張飛、菅さんが曹操に下ったな。きっとオイラの家族が人質に取られたからに違いねえな。たもとを分かつくれならてめえの頭を清流島にぶちかまして死ねってんだ。それが今日ってもんだ。曹操だ。逃げる曹操軍が見えたぞ。よーし、隊列を整え粛々と終え。曹操との戦は九分九厘軍略で決まる。この文州の軍略が勝機をつかむまでその闘志をうちに高めておけ。はあ、殿、敵が追ってきます。その数約5000。追ってくるのは誰だ。はい、おそらくは文州。北方の荒くれ者を見事にまとめ上げ、自分の軍略に乗せて戦える武将でございます。そうか。このまま逃げるのも退屈だな、純優。は？俺が兵を動かしてもいいか。殿自ら兵を動かす？ああ！何をなさるのです？純優、今から俺は兵を動かす指示を出す。お前は俺を運びつつ、俺の言う通りに兵を動かしてくれ。いや、殿！何か不都合があるか。10倍の兵力の袁紹軍をずるずる引き回して戦い続けようと命じたのはあなたです。その作戦を退屈しのぎの思いつきでコロリと変えられたのでは100年かかっても袁紹に勝てませんぞ。殿！純優、速度を徐々に上げていけ。はい。文州将軍、敵が速度を上げました。ここは一気に追い打ちましょう。まだだ。曹操という男を甘く見るな。まずはじわりと距離を詰めい。曹操を討つにはあらゆる予断を排し確実に勝機を見極めねばならん。兵を動かすぞ、純優。来い。文州将軍、敵の一部が本体より離れていきます。その数およそ100。ついに動き始めたな、曹操。曹操は小回りの利く小さな軍を好む。そしてあの100騎の行く手には伏兵を配しやすい林が広がっている。匂う。曹操はここだぞ。そう言わんばかりだ。この文州を誘い込むおとりか。いずれにせよこの位置からの見極めは不可能。ならば確実な手を打つ。1000の兵を率いてあの100を追い撃て。はっ。1000でいい。あれがおとりでなく曹操本人が率いていても1000であれば撃てる。1000です、殿。文州らしく相当に考えたと思われる数字です。しかし長領将軍ならば100で1000を撃てるでしょう。敵との距離を徐々に詰めていくぞ。はあ。曹操は己の存在を餌とし俺を撹乱しようとしている。曹操の仕掛ける距離を隔てた戦いはまさにこの文州との一騎打ちの心理戦。
将軍、さらに100の兵が分離しました。今度の100に曹操がいる可能性は確かに高い。だが俺がそう思うほどに残りの本隊に曹操がいる可能性も高くなる。やはり千だ。最も理にかなった策を打つべし。千です。関羽が率いていった100を文州は再び千で追わせました。また速度を上げた。ということは曹操はあの中にまだ残っている。なんだ、曹操の狙いは何だ。数か。曹操の狙いは数。今やこの文州の3000に対し曹操は2800。曹操は俺に理にかなった選択をさせつつもここまで兵力差を詰めさせたのだ。そしてこれをもう一度繰り返せば2つの戦力は逆転。もしここで曹操がさらに200機を切り離してきた場合、俺はどうすればいい。200を2000で追わせる。バカな。それでは敵の2600に対し1000しか残らん。よし、全速だ。さあ準優よ、兵を動かせ。ここからが曹操の傭兵の本番だ。くせえ。やっぱあの100ずつ離れていったのがくせえ。やり過ごそうと思ったのに感づいたか、張飛。関羽はどっちの100にいる。おいらの感じは後ろの100なんだが、張飛は関さんをやる気満々。今合わせちゃいけねえ。張飛君、兵法にのっとり曹操流の理屈で考えれば確かにあのどっちかが関さんでどっちかが長領ということになるね。とすると前の100により強い関さんを持ってくるんじゃないかな。あん後ろの100か。あら、おめえの兵法ほど当てにならんもんはねえ。なんだと。殿、なぜもう一度軍を切り離さないのです。ここで300を切り離せば文州の軍略は崩壊するはず。さすれば我が軍は俄然有利に戦を運べます。文州がそんな簡単に壊れるか。じゃあ準優、お前がやってみろ。はあ。将軍、いかがいたしました。取り乱すな文州。考えろ、落ち着け。考えろ、落ち着け。将軍、敵の300が切り離されました。見えてきた。この戦場での勝利とは何か。問題は数ではない。我が兵士全てが曹操に殺到しただ一つの首を切り捨てればよいのだ。ただそれだけでこの群衆の完璧なる勝利なのだ。全軍兵を真っ二つに割れ。あの分かれた300に1500、残る2500に俺が率いる1500。この群衆の武と軍略を鑑みれば千の差など何の遜色もなし。まさか文州はためらいもなく兵を2つに割ってきた。戻れ戻れ、直ちに殿の本隊に戻れ。直ちに殿の本隊に戻れ。殿、文州は壊れませんでした。殿。関羽将軍、追いつかれます。私に人を滑る力。曹操よ、私に何を望むのか。将軍。わからぬが、私の中で何かが揺らめく。これはなんだ。
からんならば今はただ生きるのみ。曹操よ、何故黄河に向かう？船で逃げるつもりか？読み切れ文集。この森の向こうにある曹操の最終軍略を読み切るのだ。全軍戦闘態勢を整え。水攻の陣。なるほど。ただひたすらに陣を固くして己一人が逃げるという算段か。しかしそれにはお前の後ろに長々と横たわる黄河が誤算だ。俺はついにお前を捕らえた。そうそう、逆転だ。眼前の敵は捨ておけい。敵は曹操ただ一人、陣の一番奥だ。兵たちよ、人を捨て去り飢えた狼に帰れ。これより先は戦にあらず、ただ一人曹操を捕らえて食え。走れ己勝ちの熱きままに。敵の陣が2つに割れた。曹操、野郎ども、敵のど真ん中にくさびをぶち込むぞ。ただひたすら中央の曹操をつけ。さあ順位殺そうか。文集は見事すぎるほど袁紹の武将だ。曹操、まるで袁紹と同じだな、文集。お前という人間を武と知で割ればきれいに割り切れて残るものがない。お前たちには心の闇がない。心の闇。心に闇がない者は確かに強い。だが今だ、引け。俺以上に心の闇を持ち、俺を引きつける者だけが俺の全てを奪うことができるのだ。お前の負けだ、文集。何を、この命果てようとも曹操、貴様の首を取ればこの文集の勝ちだ。勇者たちよ、決して諦めるでないぞ。命尽きるその瞬間に曹操の脳天をぶち抜けば、それで我らが勝利。袁紹殿の天下な